前回のあらすじ。かつての皇后専攻から6年目、未曾有の経済困難に見舞われた大明帝国も、ようやくその爪痕を癒しつつあった。地方では工場や市街地の再建が進む。しかし宮廷内では派閥争いが絶えなかった。そんな中、国内の経済状況をこの目で見るために、皇太子主要時が南巡に出発。その後南方の主要都市に訪れていった。かつて荒廃していた工場が再稼働し、若き労働者たちの声が街に戻っていた。彼はその光景に深く感動し、経済復興が進んでいることを実感した。しかし、旅が進むにつれ、皇太子はもう一つの現実を知る。一部の工場は地方官僚と癒着、また退役軍人からなる武備派ともつながりを持っていることが判明。国内の汚職問題も目にすることになる。やがて南巡は終盤を迎え、皇太子は天順へと帰る。列車で天順へ向かう途上、海風黄河大橋を渡っていた。その時、突如轟音が空を裂き、橋の中央部が炎に包まれた。列車は爆炎とともに崩落し、皇太子はそのまま帰らぬ人となったのである。後に、海風黄河爆殺事件として知られるこの悲劇は、帝国全土を震撼させ、社会主義団体の大同会や同参考会、軍隊派閥の武備派が行動を開始するのであった。こんにちは、軍艦のずんだもんなのだ。ホワイトカルコトユキさんです。とりあえずどうします？皇太子が爆殺されましたけど。まずは犯人探しなのだ。皇帝聖徳は次のように命じたよ。潜伏先がどこであれ、結託者が誰であれ必ず見つけ出し、期限以内に見つけられなかったら地方官の職務怠慢とみなすのだ。いかなる悪も必ず裁きを受けるぞ、ということですな。国家方針も皇太子暗殺を受けて一新。全部犯人探し関連のものですな。さらに反乱勢力討伐のために関東小武士を設立。なんすか関東小武士って？小武士は反乱勢力を統治するための行政機関なのだ。つまり破産会館の東側である関東の反乱を抑える行政機関というわけか。そういうことなのだ。まあ反乱鎮圧が重要なのはわかるけど、満州方面がまるまる小武士領に切り離されるのは痛いな。さらに河南においても小武士を設立。またかよ。早く反乱勢力を全滅させて小武士を併合したい。時が経てば必ず解決するのだ。ここはしばし辛抱の時。マダルタ緊急事態です。今後は皇帝陛下が昏睡状態に陥ったとのこと。どうしよう。皇帝陛下は一度昏睡状態から回復しました。その際に大宋の次期皇帝にすようにとのことです。大宋、あの式帝のことか。てかあいつ全く皇帝になる予定じゃなかったから、皇位につく準備とか一切してないけど大丈夫か？確か暗殺された皇太子は数年前より先帝の右腕として功績を残していましたからね。そう考えるとまずいような。式帝が皇帝の代行についてからほどなくして聖徳帝が崩御。正式に式帝が大明帝国の皇帝になりましたね。何はともあれ、新しい皇帝陛下の即位を祝うのだ。式帝は若いお方ですし、きっと大明帝国に新しい風を吹き込んでくれるはず。気をつけるのだ。若い皇帝をクーデターで倒そうとする勢力がいるようなのだ。なんだと、そんな不届きな奴らがいるのか。どうやらクーデターを起こそうとしているのは武備派と先帝の三男楊根なのだ。軍隊派閥とミッチラクーデターか。式帝はすでに武備派に対する粛清を進めていたものの間に合わなかったようなのだ。先帝の領母に訪れたその日の夜、領母近くの客室で夕食を食べていたら異変が起こったよ。通信網を遮断して皇帝の命を狙ってますよ。すぐさま皇帝の守備隊と反乱軍の間で銃撃戦が発生。銃弾が皇帝のいる客室に撃ち込まれたのだ。やばい。皇帝は無事ですか？安心するのだ。皇帝はすでに客室から避難。そのまま欧州の空港に向かって追っ手を振り切ったのだ。よかった。で、皇帝は飛行機でどこに？南方の王天府に向かったのだ。その後順天府ではクーデター勢力が偽証を発布。式帝を廃位して新たに先帝の三男主要根を皇帝にしたとのこと。ただこの主要根の即位に反発した勢力が、主規帝こそが正当な皇帝だとして反乱を起こしたようです。各地で独立の機運が出てきたのだ。さて、ずんだもん、そろそろ私たちも決めましょう。天順府から逃亡して王天府にいる主規帝か、クーデターによって即位した主要根、どちらを支持するか。よし、今回は王天府に逃げた主規帝を支持するのだ。それでは私たちも飛行機に乗って主規帝のもと、七小連合に向かいましょう。分かったのだ。というわけで捜査国は大明帝国から七小連合に変更。少し前まで環太平洋地域一帯を支配する大帝国だったのに。落ち込んでいる場合じゃありませんよ。ここから分裂した地下を統一して大明帝国を復活させましょう。そうだな。
まずは七小連合がどんな国なのかを調べなきゃなのだ。七小連合は名前の通り7つの省がまとまった国だね。ただ各省の主要派閥がそれぞれ違って漢学派や大同会に軍隊派閥が何とか手を取り合っている感じとのこと。なるほど。今主規定に求められているのはこの脆弱な初期の民主主義国家が崩壊しないよう守ることです。七小連合にとっては国内の結束を促す良い材料だし、主規定にとっては再び大明帝国の皇帝に戻れるチャンスだな。お互いの足りないところを補ういい協力関係でしょう。そうだね。で、国家方針はこんな感じ。左上が政治ツリー、その右隣が工業系ツリー、左下には外交系、右下に軍事系ツリーがあるね。まずはとりあえず工業系のツリーから進めていくのだ。あれから1ヶ月ほど経って本格的に中央政府が動き始めましたよ。とりあえず七小連合全土を掌握できたようでよかったのだ。そして中央政府が発足したらディシジョン場面に内閣が追加されたよ。大同会と漢学系、軍人から指示をもらったり勢力をいじれるようですね。通したい法案を通すときに法案に賛成する派閥の勢力を挙げておくと可決されるよ。そんな要素もあるんですね。まあ今は通せる法案もないし関係ないけどね。さてと、七小連合の現状紹介はこんな感じかな。紹介が終わったなら今すぐ順天政府に攻め込みましょうよ。偽りの固定を倒すべきです。待つのだ。順天政府は確かに倒すべき相手だけどそれは今じゃないのだ。そうなんですか。じゃあどうするのさ。目下最大の敵は南方の共和軍。こいつは国家方針の関係上、時間が経つごとにどんどん軍隊にバフが入って後半になるほど手に負えなくなってくるよ。マジかよ。だからまずは共和軍と戦う準備をするのだ。おや、なんか日本で戦争が起きたぞ。県庁体系が崩壊した瞬間に各地で反乱や戦争が起こってるのだ。そしてこの頃七小連合では工業系の国家方針も進行。国内では食料配給も行われ始めて徐々に安定した生活ができるようになっているようですね。うまくいっているようでよかった。南下欧州で大規模な戦争が起こってますよ。共産化したドイツと先の大戦の勝者であるフランスの戦争のようなのだ。他にもイタリアとスペインもフランス側ですし、ドイツはこれに勝てるんですかね。まあ欧州の戦争だし中華圏には関係ないのだ。ついに共和軍が宣戦布告してきました。何の前触れもなく宣戦布告してきたからびっくりしたのだ。でも何はともあれこれで共和軍を叩き潰せる。すでに共和軍との戦争を想定して攻撃計画は立案済み。いざ一斉攻撃なのだ。お、初動は良い感じ。進行計画をしっかり立案しといた甲斐があるね。そのまま海岸線まで南下して敵師団の分断を狙うよ。敵は進行速度に再配置が追いついていません。このままなら分断できましょう。そのまま海岸線に到達して敵師団を分断。まだアモイの港が残っていますから補給線は断たれていませんが、分断された共和軍は大損害不可避ですな。すぐに港に立てこもる師団を殲滅。その後に残りの孤立した師団も殲滅できたのだ。1ヶ月半で共和軍領の4割を占領できましたね。そしたらあとは師団を集中させて一斉攻撃。目指せ香港、そして敵首都広州。その後すぐに香港を占領して戦闘は広州近郊に迫ったのだ。敵は広州を落とせば必ず降伏するだろう。頑張れ。そして1939年1月29日に共和軍が降伏。目下最大の敵を打ち破ることに成功しましたね。なんて読むかわからない条約で共和軍を全土併合。併合した土地は政治力を使って中核化できるのだ。なるほど、政治力はしばらく枯渇しそうですな。そして共和軍なき今、我々七小連合は北伐に乗り出す時。ようやくこの時が来た。お、南下欧州の方で戦争が終結したっぽいですよ。まさかのフランス側が負けてる。この短期間で何があったんだ。まだ1939年だぞ。まあいいのだ。それよりも北伐に関する国家方針が完了。そしたらディシジョン場面の軍事決議から北伐を選択。そしたらすぐに宣戦布告なのだ。全軍一斉攻撃。順天にいる偽の皇帝を倒すぞ。順天政府は西北都督府と戦争中。戦線にはあまり敵師団が見えないのだ。西北都督府は順天政府とずっと前から戦っていましたし、戦後優位に立ち回るために戦勝点を稼がないとです。順天府に近づくにつれて徐々に敵軍が前線に増えてきたのだ。でも敵師団の充足率は終わってますな。そのまま開戦から1ヶ月後の1939年6月21日には順天府を占領。久しぶりに順天府に来れたな。順天府抜きの順天政府は臨時首都大元に移動。大元には守備隊がいますね。しかし大元の目前で順天政府は降伏。
2ヶ月で対順天政府戦は終結できましたな。順天条約において順天政府を西北都督府と分割。そして講和会議後すぐに七小連合は西北都督府に施設を派遣するようです。もともと西北都督府は天順政府のクーデターに反対する勢力であり、我々七小連合の指揮帝こそが正当な皇帝だと考える集団なのだ。つまり施設を送ってうまく交渉できれば平和的に西北都督府を併合できるかもってことか。早速合併交渉が開始。西北都督府は合併にあたり以下の要求を送ってきたのだ。1、西北軍の将兵の権力と功績の保障。2、大同会の解散。なるほど、どちらも受諾できなくはない内容ですな。選択肢は全部受諾するか、1のみか2のみか、全部拒否するか。今回はどうします？悩んだけど今回は1のみ受諾する意向であると伝えるよ。合併会議は成功。西北地域が正当な皇帝のもとに帰ってきました。いいぞ、素晴らしいのだ。そして今こそ天下統一の時、皇帝が天順府に帰還したにもかかわらず未だに合流しようとしない残りの軍閥を従わせるのだ。国家方針が完了。ディシジョン画面の軍事決議より残りの軍閥に対して宣戦布告できます。それじゃあまずは西南軍都督府に宣戦布告。山岳地帯が広がる雲南省ですが、生産力に裏付けされたご利用し構成でなんとかなりそうですな。特に見どころもなく2ヶ月で勝利。大量のタングステンとクロムが手に入るから戦闘機を作る際にありがたいですね。そしたら今度は東北行軍に宣戦布告。最後の社会主義国家を中華圏から駆逐するのだ。どうですか、進軍状況は？ちょっと戦線が狭いせいで苦戦しているのだ。あらら、攻勢も全面的に劣勢ですし、ここは一旦進行作戦を考え直すべきかもしれませんよ。これ以上の突撃は無駄な損失を生むばかりだな。一旦攻勢を考え直すのだ。とりあえず東北紅軍は一旦放置。その代わりに嶺北都寺に宣戦布告するよ。嶺北都寺に迂回して東北紅軍領に攻め込むって算段なのだ。敵の本拠地に攻め込むために迂回するってどこかで聞いたことのある作戦だな。シュリーフェンプランのようにはならないのだ。半年で嶺北都寺は降伏。思ったよりもかかりました。蒙古方面はインフラが悪くてゲリラに足止めを結構食らってたのだ。でもこれで戦線も広がったことで一気に東北行軍使との療養まで進めたのだ。一度突破できれば一気に戦線を押し上げられましたね。その後敵軍は二重師団包囲、そして臨時使との流行も占領したのだ。それでもまだ降伏しないか。団結力だけは無駄にある集団だな。ここ最近戦争続きで国内の状況があまり入ってきませんでしたが、どうやら国内経済も徐々に上向いてきているようでしょう。戦争をする裏で工業系の国家方針を進めてきた回があったのだ。そして1940年9月26日に東北行軍が降伏。ついに降伏しましたか。この日をどれだけ待ちわびたか。これにて1937年の8月より続いた中華の内乱状態が終結。再び指揮帝のもとに全中華が戻ってきたよ。さあさあ、今こそ大明帝国の復活を全世界に宣言する時です。ディシジョン画面から中華統一を宣言しちゃってください。王天の街角では若い学生たちが街頭に繰り出し勝利パレードを行い、店先には幸福を祝う看板が掲げられた。若き皇帝がついに忠実な臣民の助けを得て天下を平定し、大民の統一を回復したのである。王天、いや帝国全体の民衆は安堵していた。彼らは戦争と動乱に疲れ果て安定した未来を切望していた。だからこそ今この街にあふれる歓喜が生まれたのだ。人々が祝ったのは単なる軍事的勝利や権力闘争の終結ではなく、制度の勝利であった。古の帝国は一時の危機を乗り越え、軍と権勢の境地という新たな使命を再確認し強化した。誰もが信じていた。若く快明な皇帝の導きのもと、真に新たな時代が幕を開けると、その後の大明帝国皇帝は自身の権力を新たに発足する全国市議員に移譲。議会制度が発足したんですね。議会制度は各地方の有権者が地方議員を選出。その後地方議員が選出を重ねると最終的に全国議員になれるようなのだ。さらにディシジョン画面から教育法案、地方法案、帝国憲法の制定を行うよ。今まで諸外国に比べ遅れていた立法制度が一気に整えられましたね。そして最後の国家方針が完了。数ヶ月にわたる準備と緊迫した権力移譲を経て、権力は市議員に移り、全国民が真の民主主義の到来を喚起した。皇帝は依然として名目上の国家元首であるが、帝国が深刻な脅威にさらされない限り、皇帝はこれらの権力を行使して政局に干渉しないことを宣言した。皇帝とその家族は順天成功の皇室離宮に移り住み、
旧工場は中央政府の事務及び一般公開の観光施設として残された。こうして2000年余りにわたる皇帝宣政の歴史は幕を閉じたのである。というわけでカノン4フへザ・オーバーロードドラゴンの大民帝国プレイはここまでなのだ。いろいろありましたが大民帝国は生まれ変わって再び東アジアの大国になれましたね。しかし大民帝国は復活できたけど、以前の天長体系はまだ復興できていないのだ。日本や朝鮮、東南アジアに新大陸の植民地を再び経済圏に入れないと完全体とは言いませんからね。中国には物資は余るほどあるけどお金はいくらあっても良いものなのだ。中華統一の次の目標は世界経済の中心地になること。さらなる富を求めて今こそかつての平和を超える大航海に向かうのだ。大民帝国の伝説は今この瞬間から始まるってわけですな。どこまでもずんだもんのお供しますぞ。